皆さん、こんにちは。日本語教師の手塚です。去年から始めたこのメッシュクラス YouTube チャンネルですが、ついにチャンネル登録者数10万人を達成しました。いつも見ていただきありがとうございます。これをきっかけにちょっと YouTube のデータを調べてみたんですが、なんと117の国から合計300万回以上も見てくださったことが分かりました。1年半前に始まったこのチャンネル、本当に皆さんのおかげでここまで来ることができました。ありがとうございます。そしてこれが10万人のお祝いで YouTube からもらった銀の盾です。すごいですね。そこで今日はこの銀の盾と一緒にいつもとは違う感じの動画にしたいと思います。今日のテーマは皆さんの質問に答えようです。メッシュクラスには私と1対1で日本語を勉強できるオンラインコースがあるんですが、このチャンネルを見て私のコースを受けてくださった方がなんと今まで300人以上いました。コースを受けてくれた皆さんは日本語学習にとても熱心で、いつも授業の中でたくさん質問してくださいます。日本語の勉強のこと、日本の生活のこと、それから私自身とか会社のことです。そこで今回は授業の中でよくいただく質問を6つだけ選んで、それに答えていきたいと思います。ぜひ最後までお楽しみください。1つ目の質問は、メッシュクラスってどんな会社ですか？です。メッシュクラスは日本語学習をサポートする会社です。本社は日本の東京にあります。一昨年にできたばっかりの新しい会社で、ウェブやアプリを作るエンジニアや動画やアニメーションを作るスタッフ、そして私のような日本語教師が在籍しています。スタッフ全員で力を合わせて、メッシュクラス .com というウェブサイトで日本語の1対1の授業や動画の授業、語彙や漢字を勉強するコースなど、いろいろなコンテンツを作って提供しています。もうすぐメッシュクラスのアプリもできます。パソコンでもスマホでもタブレットでももっと日本語の勉強がしやすくなりますよ。これからグループレッスンとか文法の勉強コースなんかも始めていく予定ですので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。次の質問は何でしょうか？手塚先生の趣味は何ですか？です。実は私結構秋っぽい性格で、あんまり長く続いた趣味がないんですよね。好きなことはたくさんありますよ。プロ野球を見に行ったりとか、古い街を旅行したり、サボテンを集めたり、あとは皆さんのように外国語を勉強するのも好きです。今まで英語、中国語、ベトナム語、他にはインドの言葉も少しだけ勉強したことがあります。あと子供の時からずーっと好きなことは美味しい料理の写真を見たり自分で作ったりすることです。そうですね。食べてる時が一番幸せかもしれません。日本語の授業の中で料理の話をするのも私の一番の楽しみなんですよ。ぜひ皆さんの国のおすすめの料理やおすすめの作り方があったら私に教えてくださいね。3つ目は、手塚先生はどのくらいの経験がありますか？です。私は日本語を教え始めてからは7年目になります。まだ長くはないですね。一番最初は大学生の時、日本に住んでる10代の若者たちへの日本語教育をするボランティアでした。大学では留学生に日本語を教えたこともありました。それから日本に住んでる方への日本語教育に興味を持って技能実習生とかビジネスマンに日本語を教える仕事をしました。その学校では N5 から N1 までの JLPT 対策、生活や仕事のための日本語会話だけじゃなくて日本のマナーとかルールとか日本語以外の部分も教える経験をさせてもらいました。その後、今のメッシュクラスに入ってオンラインで教えたり、日本語学習のアプリを作ったり、こうして YouTube で動画を作ったりしています。
ここからは日本語の勉強についての質問ですね。4つ目の質問は、日本語の単語が覚えにくいんですが、いい方法はありませんか？です。皆さん、単語はどうやって勉強してますか？私は外国語を勉強するとき、フラッシュカード作ったり、ノートに何回も書いて覚えたりしてました。でも、時間がかかる割にあんまり覚えられなかったんですよね。で、メッシュクラスでマンツーマンで日本語を教えるようになって気づいたことがあります。言葉をよく覚えてる人って、新しい言葉を知った時に、その場所でその時に頭の中に入れてしまうんです。例えば、私が新しい言葉として、キリンを教えたとします。だいたい、キリンはこれですね。わかりました。これでだいたい終わるんです。でも、言葉をよく覚える人は、先生、ちょっと待ってくださいって言って、キリン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 って何度もつぶやきながらメモするんです。頭の中に入れるイメージで、自分が何も考えなくても口から言葉が出てくるようになるまで何度も何度も繰り返して話します。そしてその後会話の中でキリンっていう言葉を使ってみます。例えば、先生、日本でキリンはどこにいますか？とか、キリンビールのキリンですね。とか。私も単語を覚えるのはすごい苦手なんですけど、この方法いいなーって思いました。皆さんも新しい言葉を知った時にその場で覚えるっていうことをちょっと意識してみてください。5つ目、日本人っぽい発音をするための注意は何ですか？です。日本語を上手になればなるほど自分の発音とか話し方が違うなって気になる方が増えると思います。メッシュクラスにも発音のコースがあって、私自身今までたくさんの方とレッスンしてきました。で、もちろん母語、つまり子供の時から使ってる言語の発音の影響はすごい大きいなと感じます。でもそれ以上にどの国の人でもどのレベルの人でも一番私が気になるのって実は母音です。母音は日本語の場合、あいうえおの5つです。日本語の場合、ほぼすべての音に母音がついていますよね。ですから、母音の形が変だと、他の音も全部外国人っぽく聞こえてしまうんです。だから、自分の発音が気になるって人は、まず母音の口の形を意識してみてください。それから、息の出し方ですね。息の出し方、これは母語によってあーとかおーってなってしまう人も多いんですが、できるだけまっすぐ外に出すように意識してみてください。と言っても母音は口の筋肉の癖なのですぐには治らないと思います。以前こちらの YouTube で1分でできる日本人みたいに話すための4つのポイントを紹介しました。なんだか宣伝みたいになっちゃいましたが、今すぐ上手になりたいっていう人はこんな動画も参考にしてみてくださいね。最後の質問です。日本語がペラペラになるにはどうしたらいいですか？です。これは本当によく聞かれる質問ですね。ペラペラになるっていうのは日本語を勉強している人にとってはすごく大きなゴールですよね。日本語のレベルや目的、それからそれぞれの勉強のスタイルによってもちろん一番いい方法は違います。私が授業でおすすめしている方法の一つはシャドーイングです。シャドーイングとは流れている音声のすぐ後ろをできるだけそのまま読む練習です。私は犬を、私は犬を、飼っています、飼っています。こんな感じです。耳から聞いた言葉をそのまま口に出すので、聞く力だけじゃなくて、話す力、さらに日本語のイントネーションも身についてすごくおすすめです。シャドーイングは続けるのがすごく大変だけど、すごく日本語力がアップします。シャドーイング専用の本もあるので、ぜひ調べてみてくださいね。日本語の先生として、ぜひおすすめしたいです。はい。
ここまでよくいただく質問に答えてみました。いかがでしたか？今回紹介したこと以外にも、日本語学習の悩みやメッシュクラスについての質問などがあれば、いつでもコメントで教えてくださいね。昔からずっと変わらずメッシュクラスを応援してくださっている方も、最近知ってくださった方も、本当にありがとうございます。これからも皆さんの学習に役に立ってワクワクするような日本語コンテンツをたくさん届けていきたいと思っていますので、引き続きメッシュクラスをどうぞよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。